チェーンソーマンです。さあこちら大人気コミックチェーンソーマンがついにマッパから待望のテレビアニメ化。まだ詳細が発表されていませんが、放送まで待ちきれないというファンの皆さんのために本日はなんと初出し情報盛りだくさんでお届けしたいと思います。まずはじめに改めて本作についてご紹介したいと思います。藤本つ樹先生作「チェーンソーマン」は2018年末から「週刊少年ジャンプ」にて連載されていて、昨年末ついに第1部が完結。累計発行部数1100万部突破の大人気コミックです。悪魔が存在する世界を舞台に、少年デンジがチェーンソーの悪魔ポチタと契約し、悪魔の心臓を持つチェーンソーマンとして戦うダークヒーロー作品。2020年12月には宝島社この漫画がすごい2021男編第1位に選ばれ、2021年1月には第66回小学館漫画賞を受賞するなど多方面から注目を集め続け、さらに次は少年ジャンププラスにて第2部の連載が決定しているということで、これからますます目が離せない作品です。さあということでございまして、それではここで本日初解禁となりますテレビアニメ「チェーンソーマン」ティザー PV をご覧いただきましょう。どうぞ。さあということでテレビアニメ「チェーンソーマン」ティザー PV をご覧いただきました。動くチェーンソーマン初解禁ということなんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。もうほんまマジでただのアニメ好きとしてですけど、めちゃめちゃかっこええやん。いやもうほんまにごめんね、今日だけちょっと友達として見て、ちょっと良すぎたな。今びっくりした。むちゃくちゃ鳥肌立ったんですけど、さあすいませんね、申し訳ないです。さあ MC に戻ってですね、はい、それでは、こちら見ていただきましたけど、ここでチェーンソーマンステージのゲストにご登場いただきましょう。どうぞ。さあこちら集英社担当編集林志平さん、そしてマッパ代表取締役大塚学さんです。よろしくお願いします。さあそれではまずご挨拶の方いただきたいと思います。それでは林さんからお願いします。はい、集英社少年ジャンプ編集部の林と申します。チェーンソーマンの担当編集しております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続きまして大塚さんお願いします。はい、マッパの代表取締役をやらせていただいております、大塚です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそれではどうぞお席の方にお座りください。お二人にはたっぷりお話を伺っていきたいんですけれども、いやまず林さん
はいこちら、先ほどティザー PV 初解禁となりました動くチェーンソーマン、ご覧になったわけですけどいかがだったでしょうか。やっぱりその漫画の担当してる時に頭の中にこう映像とかってあったりするというか、はい動いてる映像あったりするんですけど、うん自分の想像してたものよりも全然かっこよく動いてたんで、なるほど。こう監督にぶん殴られた感じですよね。いいですよね、はい、こんないいもん出してくこるなんてんないいものをってことですよねいただけるなんてと、うんもう僕がお客だったらもうすぐループして見てるというか、もう何回か見ないとダメだなこれってダメですよ、ループしないでください。コマ送りしなきゃって思いながらこう、はい、確かに思いました。一枚一枚見ていきたいぐらいはい丁寧な仕事だったように思いました。ありがたかったです。はい、さあそしてこちらそれを受けましてね、どうですか大塚さん今ね。そうですね、なんか今本当にまさしく世界中でいろんな反応があるのがちょっと怖いけど楽しみではあります。そうですよね。いや本当全世界が注目している作品ですから。さあそれではですねこちら林さんマッパでアニメ化が決定した時のお話聞きたいんですけども、まず林さん的にはどう思われましたか。やったーですね。あ、すごい簡単な感情でしたね。やったーと。やったーっていう嬉しいというか、そうですよね。もうクオリティ確かなものを作るうん。スタジオというふうに伺ってたんで、はいありがたいというか、うんはい、もう何も言うことないなと思いながら。なるほどはい、さあそれではこちら原作者の藤本先生はこのアニメ化について何と言ってたかちょっとお聞かせいただけたら。やったーってやったーか。はい、始まったばっかりの頃ってやっぱ「週刊少年ジャンプ」ってこう、はい生存競争がなかなかシビアで、うん2人で、打ち切りにならないように頑張りましょうと、はいまずはそういうふうなアンケートを気にしつつ評判気にしつつ、やった作品が、ちょっと、1年ちょっとですかね経った時にアニメ化確定した時にはやっぱり、これ生き残れると。あ、そうか、最後どっちかというとそっちの感情も強いんですね。最後まで書ける像ですし、うんもちろん、ね、藤本さん書いたものが、世界中に届くチャンスというか、はいアニメになって世界中に届くチャンスを得られたので、僕としてはとっても嬉しい、うん彼もとても嬉しいというか。なるほど、はい、そうかそうか。これでお二人の気持ちで言うとそうか作品を完結させるまで走ることが、近づいたという部分がはい嬉しさ、はいなるほどなるほど。そんなにねシビアな部分もあるでしょうけれども、さあそれでは大塚さんこちらチェーンソーマンがマッパでアニメ化するに至った経緯などもお聞かせいただけたらと思うんですが。そうですね、きっかけは僕が一巻を読ませていただいた時に、はいもうなんか本当に全て絵も話もかっこいいなと思って、うんでやっぱこれを映像化できたら本当幸せなことだなと思って、はい集英社さんに、連絡させていただいて、うん本当に運よくコンペ通って、はい僕も本当やったーって感じでしたね。やったーばっかだなやったーが集まったらチェーンソーマンアニメ化になったんですね。なるほど。でもそうですよね。これもう本当に大塚さんの気持ちとしては描きたいと、むしろこっちからしたらそれはマッパさんなの当たり前なのかなぐらいの印象もあるんですよ。あれやっぱあんだけやっぱチェーンソーマンって言ったらバトルがやっぱりねすごく肝という部分あるじゃないですか。そういう自信はどうでした大塚さん的に。いやー自信っていうか、やっぱりなんかチェーンソーマンうちが合ってるって言っていただけるのは本当嬉しいことなんですけれど、はいどっちかっていうとやっぱそのチェーンソーマンから学べることの方が多いなとか、はいはいはいやっぱ憧れの方が強かったですね。なるほど。はい、それでそれをやっぱ映像化できるっていうことは本当に、貴重だなと思っています。ああなるほど。いやなんか面白いですね。さあそれではですね林さんこちらもうチェーンソーマン内容がすごくですねいろんな引き込み方で、もう最終的にもう止まらないみたいなイメージがあるんですけど、こちら藤本先生と本作どのような感じで作り上げていってるかそんなん教えてもらえたりしますかね。そうですね、前作が「ファイヤーパンチ」というタイトルで彼がデビューしていただいて、その後週刊少年ジャンプでトライをしようという時に、いろんな過去作、ジャンプの過去作等々を研究したり、他の漫画の作品研究して、主人公だったり彼の描きたいデザインがハマるものは何なのかっていうのを、本当に
連載してない時は23週に1遍ぐらい、電話はしょっちゅうしてるんですけど、飲みながら話して、チェンソーマンに関しては本当に1話いろんなパターンを試させていただいて、これがいいのかこれが悪いのかっていうのを何度もこうキャッチボールしてたどり着いたという感じですかね。なるほどなるほど、だから本当にもう本当スクラム組んでじゃないですけど、きっちりこれがと相談しながら。そうですね、打ち合わせの半分ぐらい大体雑談ではあるんですけどね。雑談なんですか？最近何の映画見てるとかこんな漫画が面白かったよみたいな話をお互い話して、残りの半分だけちょっと作品の話して、その後飲んで帰るみたいな日々を送ってましたね。でもバランスいいかもですね。それぐらいの方がクリティカルな意見出るかもしれませんし。なるほど。さあそして大塚さん、これどうでしょう。チェーンソーマンアニメ化するにあたって大事にしていきたいことっていうのは何でしょうか？そうですね、原作ものをやるときはいつも当然気をつけてることなんですけれど、その原作の魅力をしっかりその原作のファンに届けるっていうことを、やっぱまず達成したいなと思っているんで、やっぱそこをやっぱ読み込んで、やっぱその作品に愛のあるスタッフを集めてしっかり作っていくっていうことを大事にしてますね。なるほどなるほど。もうそういうスタッフィングからということですよね。こちらスタッフィングも発表されました。それはやっぱり当然愛があるメンバーで組まれたということですかね？そうですね、ただちょっと結構自分が今まで一緒にやってきた人っていうよりは少し若い世代の、そういうなんか力がこのタイトル必要なんじゃないかなと思っていて、なるほど。さっきもちょっと登壇してた瀬下というプロデューサーだったりとかに相談して、中山監督だったりっていう、その今本当に業界引っ張っている若い、力っていうところで、スタッフィングを、させていただきましたね。なるほどなるほど。さあそれではですね、そこでもお名前出ました、中山龍監督から、実は本日メッセージをお預かりしております。そちらの方をご紹介させていただきます。もともと大好きな作品だったので監督として関われることを光栄に感じています。原作読者の方もアニメから知ってくださる方も多くの人が楽しめるような作品を目指して誠心誠意作っていきますといただきました。ありがとうございます監督。これは先ほど大塚さんの言われた感覚と近いと言いますかね。監督と近い？監督と近いと言われてじゃあ大塚さんと監督の考え方やっぱ近いと言いますかね。そうですね、本当に出会った時からチェーンソーマンに対する強い気持ちっていうのは感じてたんで、なるほど。さあそしてこの言葉林さんからしたらやっぱちょっと嬉しい言葉じゃないでしょうか？いやもう本当実直なんかお会いしても思うんですけど、いつもすごい実直にチェーンソーマンのことをすごい読み解いていただいてて、もう頭の中にかなり良い映像があるんだろうなと思う感じのお話をしてくれるんで、もう彼の頭の中身を見てみたいというか、もう全力で出していただいてそれを見ることでもうすごい幸せを感じられるんじゃないかなって思って、もう心待ちにしておりますね。もうある種のもう信頼をしっかり置いた上でということですよね。さあそれではですね、こうやって、いろんなねスタッフィングさんそして林さんの意見聞きながら、ここからはですね原作者藤本つ樹先生が事前に公式ツイッターにて募集したチェーンソーマンに関わることからそうでないことまでさまざまな質問にお答えするコーナー、題してチェーンソーマン Q。 拍手をください。ありがとうございます。さあこちらいろんな質問が世界中からいただけたということでありがとうございます。さあこちらなんと藤本先生に回答いただいた音声を林さんに某喫茶店にて収録してきていただきました。はい、これ個室が取りたかったんですけど個室がない喫茶店だったんですね。なので若干背景の音というか環境音がこれもうリアルに喫茶店で話してんだなみたいなのが伝わる音声になってるんですけど、なるほど、聞きづらかったら申し訳ないんですけど、生感を楽しんでいただければと。なるほど、そうですよね。いつもの空気の中で先生が質問に答えているということですね。さあそれでは早速参りましょう。最初はリヒトさんからの質問です。何歳でなぜ漫画家になろうと思ったのですか
ということです。さあ気にはなりますね。それでは藤本先生からの回答の方を聞いてみましょう。なんかものづくりの仕事をしたいっていうか、なんか普通の仕事はできないだろうなって思ったから、中学生のぐらいの時に深夜にトイレで1階に降りてったら漁師が家族会議をこっそりしてて、そこでたつきはニートになるから俺たちで面倒見なきゃって家族会議をしてて、なんででしょうね。やっぱなんかでも漫画読んでたからかな。映画撮るってなったら一人じゃできないし、多分漫画って一人で作れるからでかいですよね、小説とか漫画って。なるほどということです。ありがとうございます。想像以上に環境音でしたね。そうなんですよ。はい。いやいやでもなんか面白いというか、ものづくりのことをしたかったというよりかはっていう考え方なんですよね。そして家族会議してたら嫌ですね。結構へこんじゃいますけどね。さあそして、映画ではなく漫画に行ったのは一人で作るからっていうの、これもまあね言われりゃそうかという部分もあって、今ねこうやって林さんとも一緒に作ってる部分もありながらですよね。さあどんどんいきましょう。続いてはみゆさんからの質問です。チェーンソーマンを描くにあたりインスピレーションを受けたものなどはありますか。いい質問ですね。さあ藤本先生からのご回答を聞いてみましょう。悪魔の生贄じゃないですか。チェーンソーかっこいいって。短っ。ちょっと待ってください。終わりか。はい、さあこちらこれ林さん、これもその通りですか。そうですね。この作品一番最初にデザインがあったんですよ。ストーリーラインとか主人公像ではなく、このチェーンソーマンのデザインが最初にこれ描きたいっていただいて、面白い考え方だな。で僕がちょっと僕のセンスがないんですけど、これ多分主人公難しいんじゃないっていうか差し戻させていただいたんです。でもいけるいけるっていただいたんで、チェーンソーかっこいいからっていただいたんで、ここにたどり着いたというか、なのでそうなんですね。強い主張というかチェーンソーのかっこよさみたいなのを藤本先生がもうすごい理解していて書いていただいてよかったなって今思うと。なるほど、すごいな、いいですね。いろんなこと知れます。どんどんいきましょう。さあ続いては赤サタナさんからの質問です。チェーンソーマンの小回りはどのように考えているのでしょうか。読んでいて映像を1枚ずつ見ているみたいでとても読みやすく感じます。さあこちら藤本先生からのご回答を聞いてみましょう。見やすいようにやって考えますけど、もうそれぐらいで、あとはもうやりたい話に合わせての方が大きいですよね。映画とかでも一本の映画何回も見るっていうよりも、その好きなシーン何回も見るっていうか、漫画に落とし込みたいって思っているんですかね。分かんないですよね。分かんないです。分かんないで終わっちゃった。分かんないなの。いや分かんないでいいんですか。最終的な結論は分かんないって言ってました。じゃあダメですよ。前段何言ったって分かんないなんだから。これどうですか大塚さん、この回答を聞いてみて。いや素直ですよね。本当に素直ですね。素直な先生なんだなって、伝わってきますね。最後分かんないって言ってるんですから。いいですね。いろんなこと知れますね。さあ行きましょう。続いてはちんちくりさんからの質問です。担当の林さんを一番びっくりさせた回はどの回でしょうか。またネーム段階で一番苦労した回も知りたいです。なるほど。さあまずは林さんのご回答です。僕わかんないです。林さん。やっぱハンバーガーのショップで働いてる回かな。小紅ちゃんが。僕独特の驚き方があって、最初藤本先生実際のハンバーガー屋の名前を出すって言ったじゃないですか。覚えてます？はい。犯罪とか危ない感じで使うのは NG なんですよねって言って、すごい自信たっぷりに、大丈夫です大丈夫ですって言ったんですよ。でネーム上がってきた瞬間に大丈夫じゃねえと主張するから、そこがもしかしたら一番びっくりした回かもしれない。でも養老たけしさんっていう方が、今の人は死を遠ざけすぎだって言ってましたよ。もっとマクドとかにも肉になった牛たちの顔とかやってなんか死をちゃんと生きさせた方がいいんじゃないですか。突っ込むとこ多すぎんねんもう。音も気になるし言ってることもあれだし、林さんいるのに音声流れるしまあでもそういうことなんですね。ハンバーガーショップの会驚いたと。そうですね、平然とね、もう許可取りの電話しなきゃいけないわけじゃないですか。実際の店舗を出しますよって時に、絶対大丈夫って言うから、許可取りの電話しようかなと思ったんですけど、ネームを待とうと、ネーム待って、どう考えたって店長死んでるんですよそうですね、無理でしょっていうので、じゃあ大丈夫ですっていうので、ファミリーバーガーっていうね架空の違う名前になったけど、ということで、さあそれではこちら、藤本先生からの回答もあるそうです。聞いてみましょう。どうぞ。
10の悪魔が出てきて死んだ人の名前がバーって出るところあって、ほとんどもうアシスタントさんに任せて名前書いたら、そのアシスタントさんがちょっと変わった人だったから変わった名字ばっかりバーって書いて、全然加藤とか佐藤とか当たり前の名字が少なかったから、いっぱいそのありふれた名字出さなきゃバーって。ああ、変わった名字。なるほど。だから田中とか山田とかそういうのはなかったんですかね。らしいんですよね。だから最後自分で全部直したって言ってて、はい、だからなんか、勅使河原とか、はいはい、なんか伊集院とかなんかそういう癖のある名前が多かったんですかね。大変だったとおっしゃってましたね。なるほどなるほど、はい、まあでもここもねすごく衝撃的なシーンね、ですから、なるほど、そんな裏側があったということですね。さあ続いていきましょう。続いてはクワンシさんからの質問です。ポチタの触り心地はどんな感じですか。気になりますね。さあ藤本先生からの回答を聞いてみましょう。犬みたいな感じじゃないですか。マリモ、水気のないマリモを想像して、つるふさって感じだった。マリモ、水気のないマリモまあでもちょっと分かりました。触ったことないけど、はいはい、水気のないああいう球のねパサパサっとしたもんでしょ。これからだから商品化をする多分そのメーカーの方々は、多分マリモのことをすごい研究すると思うんですよね。いやこれから乾かしてマリモ乾かして研究して、あんまりマリモ乾かすっていう作業向いてないでしょうけどね。さあどうでしょう大塚さん、こちら。そうですね、はい、なんか映像化するときに影響出ないといいなとこれをちょっと頭に入れちゃったということでいいですね。いやでも一個一個やっぱなんかそうなんだと思うこともたくさんありますから。さあそれでは行きましょう。続いては AB さんからの質問です。さあたつきさんの怖いものトップが知りたいです。一番怖いものは何か。さあ藤本先生からの回答を聞いてみましょう。ルールから外れた人は怖いですよね。今日歩いてたら鳩蹴ってるおじさんいて怖えって思いました。まあそれはルールから外れてるかどうか分かんないけど、何考えてんだろうと思って。でそういう人って怖くて注意できないですよね。想像できないものって怖いですよね。これは怖いですね。なぜ蹴るんだっていうね。怖いですよね。平和の象徴ですからね、どう考えても。これは確かに想像してないもん見た時に体って動かないんですよね。ほんまみたいになるから。なるほど、いいですね。どんどんいきましょう。さあこちらメイさんからの質問です。たつき先生の好きな朝食はありますか。さあそれでは藤本先生からの回答を聞いてみましょう。もう朝とか夜とかないんで、起きた時間が朝なんで、最近はゆで卵とプロテインかヨーグルトだけですね。今日サプリメントとか飲んでるんだけど効果あるのかなとかって思いつつ。あると思って飲んでくださいよ。あんまりなんか質素な感じというか、なんか粗食的なね感じもしますけど。そうですね。食べ物にそこまで、食べ物とか着てる服とかにそこまでなんか意識を向けないというか、はい、そうなんですね。はい、だからご褒美飯とかってあるじゃないですか。こう読み切りが乗りますとか、連載決まりましたって、何かリクエストありますかっても特にないっていうふうにおっしゃる方というか。そこまでですか。はい。なるほどなるほど、いいですね。さあこちら行きましょう。続いては小牧さんもしくは古牧さんからの質問です。藤本先生が読んだ人が死ぬ間際まで覚えてくれるようなシーンを書きたいと思ってますとおっしゃられていたのを覚えていまして、私にとってそれはチェーンソーマンだと確信しているのですが、先生が死ぬ間際まで覚えているだろう作品は何でしょうか。よろしければお答えください。いい質問ですね。さあそちらの回答を聞いてみましょう。映画とかでもこのシーン見れたら100点みたいなものっていっぱいあって、最近のだとパラサイトとかで、お姉ちゃんがトイレうんこバーって溢れてくるトイレで座ってスマホ見てるところとかすごい綺麗だなって思っていっぱいありますよね。はあ、綺麗だと思うシーン100点、これ面白い考え方ですね。こちらはもうそういう話はやっぱ打ち合わせの時されるんですか。そうですね。ストーリーの方を話す作家さんとか、そのキャラの属性を話す作家さんとかいろいろいらっしゃるんですけど、藤本さんの場合多分こういうシーンのことをおっしゃられることが多いな、あの映画のあそこの部分がすごい印象的だったみたいなのでシーンで語ることが多い先生だなっていうふうに思っております。これ大塚さん、面白い見方っちゃ面白い見方ですよね。そうですね、やっぱり漫画読んでると本当に映画好きなんだなっていうのはすごい伝わってくるんで。そうですね、はい、なるほど。こういう一文からもね伝わってくるこういう作品だということでしょう。わかりました。さあ最後ですね、こちら
はい、最後はうにまるさんからの質問です。ポチタの夢は誰かに抱きしめてもらうことでしたが、今現在のたつき先生は夢や今後やりたいことなどありますか？聞きたい。いい質問じゃないですか。さあ、それでは藤本先生からの回答を聞いてみましょう。どうぞ。頑張って生きることです。終わりもうないんですか、生きる。いや、素晴らしい目標ですよね、本当ね。もうこれは。いや、そうなんですけど、はい、具体的なことじゃないんですね。そうですね。まあでも彼にとっての生きることって多分漫画を描くことに等しいことかなと思ってるんで、なるほどなるほど。頑張って描いていってくれるんじゃないのかなって担当編集としては思っております、ね。生きるということは書くということ、はい、書く作るですかね。なるほどなるほど。いやということでございまして、たくさんの質問ありがとうございます。そして藤本先生も回答の方ありがとうございました。さあ、そして林さん、はい、今日はなんか嬉しいお知らせを持ってきてくれてるということで、はいはい、なんでしょう。まあ一番最初多分冒頭で喋られたかもしれない。あ、もうボンって出ましたね。はい、7月19日に藤本先生の新作読み切りがジャンプラスに載りますので、はい、もう1ヶ月切りましたね、すごい面白い大ボリュームな、はい、チェンソーマンとは違う内容なんですけども、めちゃくちゃ面白い読み切りが載りますので、ぜひ多くの人に読んでいただきたいなっていうのと、チェーンソーマンが1100万部突破したんですよ、はい、なので実はどこにも発表してなかったんで、今日このマッパステージでお伝えしようと思ってて、冒頭で多分おっしゃっていただいたんですけど、そうだったんですね。改めて、一応全11巻なんで缶割りで100万部突破しました。本当だ、素晴らしい。皆さんのおかげでありがとうございますっていう、本当に、はい。さあ、それではこちらね、少年ジャンププラスで7月19日より読み切りも載ります。そちらもチェックお願いします。さあ、ということでいろいろ喋っていきましたけども、実はお時間となっております。さあ、それでは最後に放送を楽しみにしている皆様に、一言ずつメッセージいただけますでしょうか。まず林さん、お願いします。はい、アニメの PV が発表されまして、これからもいろんな情報出てくると思うんですけども、チェーンソーマンのアニメの方も藤本先生の作品の方もぜひ楽しみ続けていただきたいので、なんだろうな、早バレとかね、なんですかね、これ流出はやめましょうねっていうのを全世界にやってる人いたらダメだぞみたいな感じでみんなで叱ってあげてくださいね。はい、そうですね。なのでみんなでこういっぺんにお祭りみたいに楽しんでいっていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、以上でございます。引き続き何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、さあ、それでは大塚さん、はい、お願いします。本日その10周年の記念イベントっていうことで、足を運んでいただいてありがとうございました。配信で見ていただいている方も本当にありがとうございます。で、やっぱ10年間いろんな作品作ってきて、でこのチェーンソーマンはその次の10年必ず代表作になるだろうなと思ってますし、このチームがまたうちの10年引っ張っていってくれるんじゃないかと思っていますので、皆さん期待して、お待ちください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、アニメの続報の方もお待ちしております。ということで、チェーンソーマンステージ以上となります。集英社の林さん、マッパの大塚さん、どうもありがとうございました。大きな拍手をお送りください。